はい、皆さんようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今日はプロの神職が教えるインチキ霊能者を見分ける5つのポイントということでやっていきたいと思います。霊能者とかね、占い師、ね、そういった人たちっているでしょ。で、みんなもね、どうかな、そういったコンテンツって結構好きじゃないですか。ね、占いなんか特に女子なんか結構好きだもんね。未来に起こること、ね、そういったものっていうのは前もって知れたら楽しいしね、すごく興味があることもわかる。でもそういったことをしているスピリチュアリストの中には非常に悪質な人もいるから、それを見抜く方法っていうのを今日教えます。基本的に僕の立ち位置としては、人が幸せになるのであれば、ね、例えばそういう霊能とか占いっていうコンテンツでも人生が豊かになるようなアドバイスができる人っていうのは大いにするべきだと思うし、そういったコンテンツっていいなと思うんだけど、中にはね、お金儲けのためになんか人を食い物にするような悪質な偽物もいっぱいいるので、今日はそれを見分けるポイントを伝授します。まず一つ目のポイント、それはね、恐怖で縛る。恐怖で縛る霊能者、占い師は、これはね、気をつけないといけない。恐怖で縛るっていうのはどういうことかっていうと、例えば、あなたは呪われてますよとかね、なんか家族が霊が助かってないからたたられてるんですよとか、そういうなんか最初に悪い情報を出して相手を恐怖で縛って何かね、お金稼ぎをするようなものは気をつけてください。偽物である可能性が高いです。どういったことかっていうと、人間はね、恐怖で縛るとコントロールするのが簡単なんだよね。だからカルト宗教なんかがよく使う手なんだけども、恐怖で相手をがんじがらめにして、その恐怖から、人間ってね、やっぱり恐怖を心の中に抱えているのってすごく嫌だし、そこから脱出したいと思う生き物だから、そうするとね、すがっちゃうんだよね。だからまずその恐怖で縛って何かをするっていうようなことをする人はまず怪しい。そして2番目、高額な料金設定。これはね、1番目とも絡んでくるんだけど、恐怖で縛られてる人ってそこから脱出したいと思うから、法外な料金を請求されても怖くて払っちゃうんだよね。だからね、価格をあんまりこう高く設定してるって言ったら、明らかな金儲けだから、ね、ぶっちゃけ人が助かろうと苦しんでる人に寄り添おうなんて気持ちはさらさらないわけだって。苦しんでる人に寄り添おうと思ったらお金低く設定すると思わないね。もしくは無料でやるよね。僕なんてもう人の悩み苦しみなんかをボランティアで聞いたりっていう活動なんかもずっとしてるけど、お金なんか一回も取ったことないです。なんでかっていうと、僕は人助けがしたいから。金儲けのためにやってるわけじゃないからね。で、まずそれが2つ目のポイント。そして3つ目、情報の遮断。これどういうことかっていうと、例えば家族とかお友達とかがね、そんな霊能者怪しいからやめときなとか、その占い師さんちょっとおかしくないとか、そういう風なアドバイスをしてくれるお友達なんかがね、周りにいるかもしれない。そうするとね、そういう偽物の人たちにとっては、こういう周りの良識ある人たちからのアドバイスっていうのが一番怖いんだよ。なんでかっていうと、洗脳済みでせっかく金づるにした人が離れていっちゃうかもしれないわけでしょ。だからこの人を孤立する構造を作ろうとするわけね。あなたの家族も敵よとかね、そんな友達の言うことを信じちゃダメよ、そんな家族の言うことに耳貸しちゃダメよ、みんな取りつかれてるから、みんなあなたの敵だからみたいな形で、その人を孤立させて自分しか頼れないような構造を作る。それによって相手の依存度、自分に対する依存度を高めてから、そこでこうお金を請求したりとかね、そういう風な形で、まずね、家族や友達との断絶を作るっていうのは、これはもうね、完全に偽物です。もうこれやったらね、もう 100% 偽物だと思ってくれていい。だってもしね、例えば自分の言っていることに自信があるんだったら、どうぞ周りの人の意見と比べてください。いろんなものの考え方があるけれども、私はこういう情報を提示します。周りのお友達の話も聞いて、家族の話も聞いて、それともほら、やっぱり私のアドバイスが一番役に立ったでしょみたいなね。本当に自信のある人っていうのは囲い込んだり、周りからの情報を遮断したりする、そんな必要はないんですよ、ね。だからこれが3つ目のポイント。そして4つ目のポイント、性格が悪い人。性格が悪いスピリチュアリストって結構多いんだよね。自分がすごく性格的に不安定だから、何か大いなるものになりたいという願望を持ってる人が多かったりとかして、そういった人って霊能者みたいな感じでチヤホヤされて、なんかこう先生って言われるのは気持ちいいんだよね。で、そういった人っていうのは内面にすごくコンプレックスを抱えていて、本当の自分というものが価値のない存在で、全く何の役にも立たない人間だって自分が思い込んでるから、何か大きなもの、大いなるもの、
偉大なものになりたいって思ってる人って、そういう風なねキャラクターを自分の中に作ったりとかするのね。でそれを嘘で演じてる人もいれば、その自分で作り出した役柄に自分自身がなんか陶酔してしまって本当にそう思い込んじゃう人もいるのよ。でね、私のね知り合いというか周りにいる人の中で織田信長の生まれ変わりですっていう人がね5人いるんですよ。ね、5人いるってことは少なくとも4人は偽物なのかもしれないし、5人とも違うんじゃないかなと私は思ってるんだけど、これっていうのも何かね、こういう前世、私の前世は〇〇ですっていう人って、そこで挙げる名前って必ずなんか歴史上の人物だったり偉大な人物だったりすることが多いのね。私の前世はフランスの片田舎の農夫ですよとかね、そんな人なんて一人もいないんですよ。みんななんかね、過去の偉大な人物みたいなのを持ち出してくる。これっていうのも何か偉大なものになりたいっていうね願望が背景にあるんだよね。だからそういった人っていうのは何ていうのかな、自分の自尊心を満足させたいためにそれをやっているから、他の人に寄り添うような性格じゃないんですよ。だから先生占い当たらなかったじゃないですかみたいなこと言われたら、急にもう表変してうわーって相手のことを攻撃しちゃったりっていうような人もいるので、このね性格が向いてないスピリチュアリスト、これはね非常にねおかしいと思った方がいい。不安定な人とかね、そういった人も結構いるので、それは気をつけないといけません。そして5つ目、何の修行もしていない人。何の修行もしていない人っていうのはね、これは気をつけた方がいい。なんでかっていうと、何の修行もしていないということは、なんていうのかな、もうね手を挙げて「はい私占い師です」とか「はい私霊能者です」って言っちゃえば、これって成立する世界なんですよ、残念ながらね。っていうことは何の修行もしなくてももう今日でもデビューできる世界だって、占いの方法なんて今こう情報化の社会だから、インターネットで調べたらそれなりのものって誰でも学べるし、なんかタロットのねめくり方とかなんとかだって、そんなものを、ね、インターネットで簡単に情報が収集できるでしょ。そしたらもうじゃあもう私今日から占い師としてやっていこうと思ったらいつでもできるんですよ。だって何の資格もいらないじゃないね。でそういった立場の人って失うものが何もないから、かなりね無茶なこともできちゃうんだよね。我々は例えばそういった神職の資格を得ようと思ったら、その所属する宗派ないしそういったところで決められた修行の過程を積んで、ちゃんと修行期間を積んで試験もパスしてみたいなことで、ようやく免状がいただけるんですよね。でだから下手なことをしてなんか人のなんか害になるようなことをしたり、悪い犯罪行為とかをしたりすると、当然免状だって取り消されるし、失うものが大きいわけでしょ。だから失うものがあるわけ。でそれに加えてやっぱりこう修行を介して苦しい人と寄り添う中で、だんだんと、そういった、しがないというもの、人助けをする人の構えみたいなものが体にこう染みついてくるというかね、そういう姿勢というのが身についてくるわけだけれども、そういったものがねない人、ただ単にもう自己満足のために人を振り回すような人っていうのが、そういう修行をしてない人の中には多い。だからそういった形でアマチュアなんだけれども手を挙げるだけで慣れちゃうっていう、そういう簡単な、責任のない立場の人がなんかこう人に対して影響力を与えられるような立場に立ってしまうということが非常に危険だったりすることもあるんですよね。だから今日言ったその5つのポイントをおさらいをすると、まず恐怖で縛る、でそれから高額な料金を設定する、で3囲い込んで孤立させる、周りの情報から遮断する、そして性格が不安定、性格が悪い、そして何の修行もしていない。この5つのポイント、これを持っている人っていうのは、かなりというか、もうこれ5つ満たしたらもう完全に偽物だと思います。でこれは何もスピリチュアリストに関わらず、世の中にはいろんな詐欺が蔓延してるでしょ、善人のふりをして近寄ってきて騙してお金を取るような悪質な人間もいるから、そういった人間の本心を見抜く上でもこの5つのポイントっていうのは、使えると思うので気をつけてくださいね。今日はそういった形で、偽物の霊能者を見分ける5つのポイントということでさせてもらいました。じゃあまたの動画でお会いしましょう。さよなら。